皆さん、こんにちは。三浦陸大全、パート3です。市橋翔也選手とペアを結成。世界へ向かうための助走。前回は、陸ちゃんが小学生の頃からペアの世界に惹かれ、中学時代にシングルからペアへ本格転向し、海外へ出る覚悟まで決めたことを見てきました。今回は、その次の時間、木原龍一選手と出会う前、市橋翔也選手と組んでいた時代をたどります。今の陸流の輝きがあまりにも大きいからこそ、三浦陸選手は木原選手と組んでから一気に花開いたように見えがちです。ですが実際は、その前にしっかりとした助走期間がありました。世界ジュニアグランプリ、4大陸、そして国別対抗戦。勝ったり、届かなかったりを繰り返しながら、陸ちゃんは世界で戦うための基礎をこの時期に体へ染み込ませていました。今回の見どころは、市橋翔也選手とのペアで何を積み上げていたのか。世界ジュニア3年連続出場が陸ちゃんに残したものとは、勝てない時間とギクシャクした時期さえなぜ次につながったのか。華やかではなくても、ここは確実に必要だった時間です。それでは、残り7分間ほどですが、ゆったりとご覧ください。第1章。今の前にあったもう一つのペア人生。三浦陸選手は、木原龍一選手と組む前、市橋翔也選手とペアを組んでいました。二人が結成したのは、2015-16シーズン。陸ちゃんが中学2年で、シングルからペアへの転向を本格的に決めた時期です。ここは三浦陸選手の物語を描くなら絶対に飛ばせない時間です。なぜなら、この時代があったからこそ、陸ちゃんはペア選手としての基本を体に染み込ませることができたからです。組むこと、合わせること、呼吸を揃えること、相手を信じること。ペアは一人では完成しない競技です。だからこそ、最初のパートナーとの時間は技術以上に大きな意味を持ちます。第2章、ジュニアの舞台で世界の高さを知った三浦市橋組は、世界ジュニア選手権に2017年から3年連続で出場しました。しかも、2018年は10位、2019年は14位、さらに2018-19シーズンにはジュニアグランプリカナダ大会で4位という好成績も残しています。しかし順位だけを見れば、当時はまだ世界の頂点が見えていたわけではありません。ですが、ここが大切なところです。世界と戦うとはどういうことか、自分たちに何が足りないのか、その現実を若い時期に何度も国際舞台で体感できたこと自体が大きな財産でした。しかも、ペア競技は国内だけでは経験を積みにくい種目です。だからこそ、ジュニアグランプリも世界ジュニアも、その一戦一戦がそのまま成長の教材になっていったはずです。第3章、結果は地味でも確かな前進はあった。この時期の三浦市橋組には派手な物語だけではない確かな前進もありました。2017年には全日本ジュニア選手権で優勝。2018年のジュニアグランプリカナダ大会ではパーソナルベストの 141.40 を記録して4位。そして2019年には世界国別対抗戦の日本代表にも選ばれています。まだ世界一には届かない時期でしたが、こうした結果の一つ一つが大きな手応えだったはずです。しかも、コーチ陣には、ブルーノ・マルコットさん、本田武史さんらの名前もありました。日本とカナダ、両方の環境の中で技術を磨きながら、少しずつ世界基準へ近づいていった、この時代の陸ちゃんは、見えにくい場所でかなり本格的に鍛えられていたんです。第4章、勝てない時間に何が育っていたのか。若い選手にとって結果が出ない時間は苦しいものです。ましてペアはシングル以上に思い通りにいかないことが多い。
自分一人が頑張っても乗り越えられない壁もあります。それでも、この時期の三浦選手は競技をやめるのではなく、経験を積み重ねていきました。ここに彼女の粘り強さが現れています。後に、大舞台でプレッシャーを跳ね返し、怪我を乗り越え、それでも笑顔で前へ進める理由。その強さは、華々しい成功の場面だけではなく、こうした、まだ届かない時間の中で鍛えられたものなのでしょう。第5章、うまくいかない時期さえ、次の布石になっていた。ただ、この助走期間は、ずっと順調だったわけではありません。2019年の時点では、二人での将来を見通せなくなっていたとも報じられています。さらに、同じ頃の合宿では、二人の関係がギクシャクしていたとも伝えられています。厳しい話し合いが行われていた、という証言もあります。実際、同年7月には、三浦市橋ペアの解消が発表されました。ここだけを見ると、苦い終わりに見えるかもしれません。ですが、見方を変えれば、この経験も次の出会いの準備でした。会う相手とは何か、ペアで戦い続けるには何が必要なのか、悔しさと同時に、そのことを三浦選手は深く理解していったはずです。第6章、助走は終わり、次の運命が近づいていた。市橋選手との時代は、三浦璃来選手にとって、世界を知り、自分を知り、ペア選手としての基礎を積み上げた大切な時間でした。そして同時に、この期間は、次の出会いを迎えるための準備期間でもありました。経験がなければ、出会っても、つかめない縁があります。悔しさを知らなければ、見抜けない相性があります。三浦選手は、この助走期間を通して、次に来る運命の瞬間を受け止められる選手になっていったのだと思います。今回は、木原龍一選手と出会う前の三浦璃来選手、市橋翔也選手との時代を見てきました。華やかではなくても、ここは確実に必要な時間でした。そして次回はいよいよ、三浦璃来選手の人生を大きく変える運命の出会いへ入っていきます。2019年、17歳の璃来ちゃんが、26歳の木原龍一選手と、初めて本格的に組んだあの日。そこで何が起きたのか。なぜ互いに、この人しかいないと感じたのか。陸流誕生の革新です。ぜひ次回もご覧ください。いいねと、チャンネル登録をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。また、メンバーシップでは、一般公開前の先行視聴や、月1のラッキーカラー占いなどの特典もご用意しています。よかったらメンバーになるから、気軽に覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。